ラメにいや、今日はずっと一日雨です。もうね、もう自転車駅に置いてバスで帰ろうかと思ったんですけど、小雨なので頑張って自転車で帰っております。ですが、ずぶ濡れですね。でもね、土砂降りじゃないのが幸いです。よし、なんとか自宅到着。なんか、あれ、ちょっと待って、心当たりがない。ちょっとめんどくさくなるので、家に上がる前に、そう。これね、ニトリの、ニトリの製品が IKEA の袋から出てきましたが、これニトリの、超吸水タオルみたいなやつで、このね、一見ただの布巾的なやつなんですけど、これめちゃくちゃ水吸うんですよ。これ本当はね、ダイニングとかに置いといて、飲み物とかこぼした時に、もう、コップ一杯分の水とかが、これ1枚で吸水できるから、これで拭けるよってやつなんですけど、自分これ自転車用にしてて、自転車にね、こうやってもう本当にね、吸水力が半端ないので、こう濡れてるところに当てるだけで水が吸水してくれて、でこれね、自転車1台分の水が絞ったりしなくても吸水してくれるんですよ。このね、濡れたまま放置しといたりするとね、サビとか故障とかの原因になるので、とりあえずこれでもう本当にめんどくさいことやると後々やらなくなるので、本当に水気だけ取る感じで拭いていくっていう感じ。OK、もうこれでね、もう完全に水気が取れたわけではないですけど、大きな雫とかが取れたので、これでね、サビとかのリスクはだいぶ下がります。でこれプラス油ね、自転車のチェーンの部分が錆びちゃうと、もう本当に一気に走りとかも悪くなっちゃって致命傷になるので、自分はこれクレ556めちゃくちゃ有名だと思うんですけども、本当にね、特別なやつ買わなくていいから、もうこれスプレーしとくだけでだいぶ錆び止めにもなるし、普段のお手入れにも最強です。よし、OK。これやっとくだけでだいぶ違うんですよね。これなんだろう、これあれだ、思い出した。メルカリだから、そうだ、メルカリの荷物は覚えてますね。アマゾンとかだと忘れちゃうんですけど、メルカリとかだと結構頻繁に相手と取引とかしてるので、メルカリの荷物だと心当たりはあります。こんな感じか。意外とちっちゃいな。よし。じゃじゃん。これはですね、GoPro の、なんて言うんでしょうね、ハンドルマウントって言ったらいいんですからね。ハンドルとかポールとか円柱状のものに挟み込んで、こうクランプして GoPro を固定するというようなものです。これね、自転車につけようと思って買いました。今まで自転車に GoPro 固定して撮るときはこれ、こういうものを使ってて、もうこれ本当に6、7年前くらいに買ったやつだと思うんですけど、これ多分ね、スマホを自転車に固定したくて買ったやつなんですけれども、もうこれよくわかんない中華のものなんですけど、ネジが六角レンチ的なので締めるやつだったんですよ。なので、もし出先で緩んだ時とか六角レンチないと直せないし、あとね、結構もう本当に緩みやすかったんですよね。一見ね、このネジでしっかり締め付けるので、締め付け力あるように見えて、すぐね、もう本当に自転車の振動で緩んじゃったりとかして、もう本当に使い物にならなかったんですよね。自転車、車窓を撮ってる間に勝手にGoPro が上向いちゃったり下向いちゃったりして、もう本当に映像が使い物にならなかったりとか、本当に運転に集中できなかったりしたので、これはね、ちゃんと GoPro の純正品、もう本当にね、純正品に限りますね、本当に。何でもそうですけど、先日と言ってももう3ヶ月ぐらい前ですけれども、GoPro のサクションカップマウント、吸盤とかで、窓ガラスとか車のガラスにマウントしてすることができる、そのアタッチメントも GoPro 純正のやつを購入したんですよ。で、今んとこね、GoPro のマウントは、GoPro 純正のものしか使ってないんですけど、やっぱりね、純正最強ですね。もう本当にね、今までずっと安い中華のサードパーティー製のものを買って、もう何十個も失敗してきてるので、もう本当に
純正じゃないといけないと、みたいな、こう自分が知ってるメーカーじゃないとね、買いたくない病みたいなのがあって、もう本当になんか、本当にいい製品だったとしても、なんか無名メーカーって買いたくなくても、最近ね、メーカーで製品を選んでる気がするんですよね。それももう本当にね、視野が狭まっちゃってるかもしれないんですけれども、もう本当に粗悪品が多すぎて、そこを信用するしかないんですよね。もう本当にこれは純正だから大丈夫とか、知ってるメーカーだから大丈夫とかね。それで今んとこね、失敗してはいないので、もうこれも GoPro 純正品で、もう本当に一番信頼できると思うので。あと、ちなみにですね、最近もうね、新品ではなくてメルカリとかで買ってます。まあ、単純にね、お高いからっていうのもありますね。GoPro のね、アタッチメント結構高いんですよ。これでもう5000円くらいするんじゃないかな。そんなしないかな、さすがに。でも結構ね、高いんですよね。なんかね、あんまりね、新品を買うメリットってなんかあんまり最近感じられなくなってきても、中古で十分使えるものはもう本当に中古でいいなとか。例えばこう GoPro 本体とかだと、まあ中古でもいいっちゃいいんですけれども、やっぱりね、こういうものとかは、新品の方がね、耐久性とかも、なんか寿命とかもあるだろうし、やっぱり性能とかもね、すごい短期間で進化するものなので、こういうのはね、新品買った方がいいんですよね。あとね、バッテリーとかも、これも消耗品なので、これも新品買った方がいいんですけど、こういうものに関してはもう本当にメルカリとかで十分です。もう本当にね、メリットしかないですよ。メルカリとかで買うのは、本当に環境にも優しいし、売れた相手側も嬉しいし、あと自分もね、不要品メルカリに出品したりしてるので、自分のメルカリアカウントのステータスにもなるんですよね。購入して、取引とかをすると、取引完了みたいなとこを押すと、評価されるじゃないですか。その相手からのいいね評価みたいなのが来ると、別にね、多分あれ、評価ね、売った評価、買った評価が多分関係ないんですよね。その総数で、カウントされるので、それで、できるだけ必要なものをメルカリで売ってるんであればメルカリで買って、ステータスを稼いだ方が、そのメルカリ上での信用も得られるので、もう本当にね、新品より最近ね、物によっては中古の方がメリットが感じやすいんじゃないかなって思ったりして決めてますね。ここは、あれなのかな。スプティウ。自分が知らないだけで有名なブランドかもしれないですけど、ここの GoPro つけるとこはね、純正品じゃないですね。まあ別にここはいいんですけど、この本体が純正品であれば何の問題もないんですが、ここはサードパーティー製っぽい気がしますが、全然これでも、なんか品質、そんな悪くなさそうなんで、このまま使えそう。まあ基本的な付け方としては、こう回して、こんな感じ開くんですよ。ちょっとこの場で説明するの難しいですけど。こんな感じかな。ここ外れるんだ。こんな感じかな。ここね、これがなんかパッキン的なやつになってて、ここにはめて、ポールがこんな感じで来るわけなんですよ。で、ここぐーっと締め付けて、で、このポール入ってる状態をすると、で、こいつね、このネジみたいなのがこう来るんですよ。もうちょっと緩めることできるかな。緩めた状態でぐっと、パカッと、こうやってここで締め付けていくっていう感じです。これがね、ヨドバシかどっかで、実際に展示品を見て、ポールみたいな、手すりみたいなところにくっついてたんですよ。でも本当にね、持ってもビクともしなかったんですよ。マジでこのネジを、まあ当たり前のことですけど、このネジを緩めない限りビクともしなくて、やっぱ純正違うわっていう感じで購入してみました。なので使うのがすごい楽しみ。これはね、もう本当に手で触っても、本当になんか、ちょっと動かしただけで、このネジの部分が緩んじゃってっていう感じになってるんですが、これはね、手で締めれるんですよね。まず、六角レンチとかそういうの必要ないし、そもそもね、締め付けの仕方が全然違うんですよ。なんて言うんだろうな、直でネジが締め付けるというか、そういうわけではなくて、一段階ロックみたいなのがあるんですよ、こういう。ちょっと口で説明が難しいですが、まあ、こっちの方がね、断然いいということで、使うのが楽しみでございます。ちなみにここのネジは、こうかな。OK。まあ、ここ純正品じゃないけど、ここはね、もうパーツいっぱい持ってるんでいいかなと思ってます。ちょっと使うのめっちゃ楽しみ。というか、早く受け取り評価しないと。ではこれ、自転車のハンドルに取り付けていきたいと思うんですが、これね、クランプ開いた状態で、こんな感じ。自転車のポールを挟み込むように、こんな感じにして、で、このネジの部分ね、これを緩めて、で、倒す感じにして、
で、倒す感じにして、このクランプの部分にはめ込んだら、こう、締め付けていくっていう。もうこれだけ、ネジもね、これ1本だけだし、力も全然必要ないし、手でできるのでね、めちゃくちゃ楽。前のやつだと、なんか工具も必要だったし、結構めんどくさくて、その割には結構、なんか使ってるうちにずれちゃったりしたんですけど、めっちゃ楽だな。こんな感じかな。GoPro をもうこれ、ワンタッチでガチャッと、ガチャッと。めちゃくちゃ楽。で、見た感じは丈夫そうですけど、これで走行してみてどんな感じになるかですね。でもこれに関してはもう基本的に自転車につけっぱなしでもいいかなと思います。大して大きくもないし目立たないので、もうこれつけっぱにして、いざという時外すのもすぐできるので、基本的につけっぱなしにしといて、でも自転車で撮影したくなったらすぐに GoPro ここに取り付けられるようにするっていう、そういう感じで行こうと思います。さあ、この地元に帰った時、猪苗代で帰ってきた、パンナイフ、どんな感じで、切れ心地はどんな感じか。やっぱ全然違うわ。めちゃくちゃいい。なんかね、そう前まで使ってたのが、これね、こいつだったんですよ。これを家族にもらって使ってたんですけど、これどうやらパンナイフじゃなくて、ケーキとかをこう、すくうためのやつらしいんですよ。こうやってこう、スルッと下に入れて、こう、持ち上げるみたいなやつだったみたいで、パンナイフじゃなかったんですよね。これでやってた時がこれめちゃくちゃね、そのケーキとかの下に、滑り入れないといけないわけなので、めちゃくちゃ薄くできてるんですよね。なので、これで切ろうとするとめちゃくちゃここがペナペナして、めちゃくちゃ切りづらくて、これ、いつか折れるんじゃないかみたいに思ってたんですけれども、どうやらパンナイフではなくて、用途が全然違ったみたいです。ですが、これはこれでいいものらしいので、取っておこうかと思います。いや、でもこれめちゃくちゃいいですね。デザインもいいし、買ってよかった。やっぱめちゃくちゃ人少ないわ。休みの人多いんですかね。てか待って、今になって本当に学校があるか心配になってきた。いつもここ車は渋滞で全然動いてないんですけど、今日普通にスイスイ動いてるので、やっぱり世間的には休みなんですかね。羨ましい。さて、昼休憩、これだな。そういえばこの先日購入したノースフェイスのバックパック。これね、新品の状態の時から防水スプレー振って使ってるんですけれども、見てください、この水の弾き具合。全くバックパックに染み込んでないっていう。このバックパック元から防水性能とか高かったと思うんですけれども、そこに、プラスで防水スプレーかけたってことでめちゃくちゃ撥水能力上がってます。これでもちろん防水性能も上がりますし、汚れもね、弾くんですよね。これ汚れがつくのも防いでくれるっていう。水も弾くっていうことなので、そういう泥とか砂とかそういうのも弾いてくれるんで、めちゃくちゃ汚れ防止にもなります。もちろんですね、これ、帰ってきたこうやって拭き取るっていう作業は
必要になりますけれども、そして一度濡れたら、もう一回使うときはもう一回、防水スプレーを、するという風にすると、もう本当にね、中も濡れないし、内容物も濡れないし、このバックパックも長持ちするし、もう一石二鳥っていう感じで、もうね、防水スプレーに関してはもう本当にやらない理由がないです。もうほぼ濡れゼロですね。全く濡れてないです。まあ多分真っ先に被害を受けるであろう、こういうね、紙製のお菓子の箱とかですけど、全く一切濡れてません。そして、ここにPC 類が入ってるわけですが、もう、ここにね、浸水したらもう本当にね、多分この世の終わりくらい絶望すると思うんですけれども、もちろん、浸水なしと。ここに結構いろいろ紙類が入ってたりするんで、もう本当にここも濡れてもらっちゃ困るんですけれども、OK。濡れなしという。前のバックパックね、なんだろうね、その PC 入れるところとかは防水しっかりしてたんですけれども、前のこのジッパーのところから水が染みてきて結構中に入れといた紙類が濡れてしまったりしたことがあったんですよね。まあ、しっかりね、防水スプレー振ってはいたんですけれども、やっぱりね、ちょっと浸水しちゃってたみたいなんですが、これに関してはもう完璧に大丈夫ですね。もうここのフロントのところにイヤホンとか入ってますけれども、もう一切濡れなし。これ最高。とりあえずコーヒー休憩です。よしよし。では、ワークアウト開始していきたいと思います。もう最初のね、1キロぐらいがきついんですけど、そこ超えちゃうと結構楽なんですよね。では。大野原の方まで来ました。ここの道路、左に行くとドンキホーテとかあるエリアですね。今ちなみに 4.29 キロ走って43分。結局、あそこの交差点、下まで降りて折り返して、で、ここが地下鉄大野原駅のところ、ずーっと下ってきてるんですけど、下りはちょっと歩いてますね。下手に足とか壊すとまずいので、上り坂できるだけ、そう、ここの道路結構ね、アップダウン激しいんで、これを利用して、上り坂は極力走って、下り坂は歩くっていう。上り坂走った方が、負荷がかかるから運動になるし、下り坂は歩った方が足とか壊さないで済むので、それで結構効率的にやってるんですけど、今、やっと5キロ、5.3 キロで53分っていう感じ。いや、オッケーオッケー。いや、8.7 キロ。やっぱね、あそこで折り返すと10キロいかないのか。でも、1時間半も走った。いや、疲れた。すご。1000カロリー近く消費してる。まあ、ペースが若干遅い気がするけど、基本のところはいいでしょう。いや、やばい。ずぶ濡れです。ちょっと即シャワー浴びます。そういえばこれやっとこう。Apple Watch の。一回これ。ウォータープルーフモードにして、こっちか。これでスピーカーの水を抜く。OK かな。そういえばこれ、初めて買った MacBook の箱。2017年モデルだったかなの箱なんですけど、これ、お尻で眠ってたんで、メルカリに出品したら売れたので、発送します。ほんと、懐かしいっすよね。こんな感じ。MacBook の箱に関しては今と変わってないんですかね。iPhone の箱とかだと、アダプターがなくなったり、イヤホンがなくなったりして、だいぶ、形変わってますが、MacBook に関してはそんなに変化ないんじゃないですかね、多分。ハシドラッグでもいいかも。イオンまで行こうと思ったけど、別にここでもいいんだよな。欲しかったのは、ウイスキー。なんか、ウイスキー手に持って歩いてるってなんかめっちゃ恥ずいんだけど。人とすれ違うときめっちゃ恥ずい。なんか他に買えばよかった。ウイスキー買うんだけなら、ここのツーハードロックでもよかったな。ここの方が断然近かった。っていうか、なんだかんだここのツルハドロック一度も入ったことありません。家から1キロもない距離にあるんですが。いや、久々にここの階段登ったら息切れしました。いや、ここの景色も狭くなっちゃいましたけど、この家の人はかなり景色良さそうですね。まだ入居してないのかなこれ。この家、できてだいぶ経った気がするけど、まだなんか電気もついてないし、車もないから入居してなさそうです。
26分で2キロしか歩いてないけど。最近はね、これ氷をね、前は自分で作ってたんですけれども、これ買ってきたやつ、お店で買ってきた、氷を最近は使ってますね。ブロックの状態で売ってる氷を買ってきて、砕いて入れてるっていう感じです。もうこれの方がもう見た目も明らかにね、違うからわかると思うんですけれども、めちゃくちゃ溶けにくいんですよね。家で作ってると3倍くらい持つんですよ。だし、なんかね、うちで作った氷ってなんか美味しくないんですよね。なんかこう、水道水ならではのなんか塩素っぽい美味しくない感じとか、冷凍庫で冷やした感じの、なんか冷凍庫独特の臭みみたいなのあるじゃないですか。ああいうのがね、映っちゃうので、嫌だったんですが、これちゃんと買ってきた氷だと、ほら、こうやって今、冷蔵庫から取り出して持ってますけれども、全然、一切溶ける気配ないし、もう手がしんどいぐらいだし、変な匂いとかもしないし、絶対買ってきた氷使った方がいいと思います。安いしね。そう、こういうのに入れてね、氷作ってたんですけれども、これもなかなかめんどくさいんですよね。水入れて、冷凍庫の中に入れて、できたら、これをバキバキってやって、氷を出すっていう。その作業もすごいめんどくさいし、できるのも時間かかるんですよね。なので最近はもうもっぱら買ってきた氷で、お酒に限らず、普通に昼間に飲むドリンクとかも、ちゃんとした氷で飲んでますね。これの方がね、なんかコスパいいんですよね。家の氷だともうね、一杯飲んだらもうほぼね、残ってないんですよね、氷が。うん。もう本当に5分の1ぐらいの量になっちゃうんですけれども、これに関しては2杯3杯、ドリンク飲んでも全然残ってるんですよね、氷が。なんならちょこっとね、飲むくらいだったら、1回か2回ぐらいしか交換しなくても全然持つんですよね。なので、1キロだったかな、ブロックで買ってきたの。1キロ、1.5 キロぐらいだったかな、忘れちゃいましたけど、これもね、なんか2、3週間使い切るのにかかるんじゃないかなっていうくらいですね。最近はこれ、ブラックニッカ、これ飲んでます。3月の終わりくらいに、日課ウイスキー、宮城郷の日課ウイスキーの工場見学に行ってきて、前までね、ジンビームも結構好きで飲んでて、まあ今も好きなんですけれども、やっぱ日課ウイスキー美味しいなっていうことで、これね、ブラックニッカ。そしてこれめちゃくちゃコスパいいんですよね。800円とかで買えるんですよ。なのでコスパ良くて、もう最近はもっぱら、これ買ってますね。ジンビームもね、1300、400円ぐらいだったかな、1本。あれも十分ね、お得だとは思ってたんですけれども、これさらに安いのでね、1000円切っちゃうっていうね。でも普通にというかもう十分すぎるぐらい美味しいんですよ。だからもう普通に、これでいい。では、いただきます。おつまみは、ピーナッツ。この相性抜群ですね。間違いない。家族がね、夜ちょこっと飲み会やるって言ってたので、ちょっと覗いてみようかと思います。さあ、インコは何やってるかなあ、いた、ポーさん。あれ、なぜかこの全画面になんない。なぜだ。ちょっとアプリを再起動。よいしょ。あ、来た。お、どうも、ポーさん。おはよう、ポーさん。そろそろ寝る時間か？あ、背伸びしてる。日本でオーロラが見るかもしれないってなった。何オーロラ出たの？わかる、太陽フレアの爆発って。うん。水使いやすいとかそういう手もあるんだけど、うん。この数日続いてんだって、それが。へー。で、なんか、日本って言っても北海道とか、青森とかなんだけど、オーロラが入るかもしれないって言って結構 YouTube ライブやってるじゃない。あ、そうなんだ。アメリカに、世の虫がこんもり皿に持ってる。バイバイ、ポーさん。バイバイ、ポーさん。バイバーイ。はい、ポポって言ったね。かわいいね。これ、レモンサワーについてきたクラッツ。食べてるんですけど、これ、めっちゃちっちゃい。まあ味は普通にクラッツで美味しいですね。多分クラッツはビールとかに一番合いますね。動画で何度か触れましたけれども、海外旅行に行こうと思ってて、台湾に行こうっていう計画を父親と立ててるんですよ。自分自身も、人生で初めての海外旅行で、今まで一度も日本から出たことなかったので、ちょっと海外旅行一回行っときたいなと思ってて、そう、海外旅行行きたいっていう話をね、
家族としてて、それがね、始まりなんですけど、まあ、それでまあ、どこの国に行くっていうことになってて、そう、台湾に旅行に行くっていうことは何度か動画で話してたんですけど、その詳細について全然話してなくて、台湾もね、前から行ってみたかった国だし、かなり日本人の行きたい国、上位にも入ってくるし、かなり人気度も高い国で、さらにね、台湾行きの、飛行機が、福島空港から出てるんですよ。自分の実家が福島の会津にあるんですけど、福島空港ですね。福島に、空港があるんですけれども、そこから、台湾への飛行機が出てて、これがね、結構、いろいろお得なんですよ。なので、この福島空港から台湾に行く便がすごくお得なので、これを使っていこうという風になって、で、ツアーを使うんですけれども、これも完全にガイドが付きっきりでガイドしてくれるっていうツアーじゃなくて、行きと帰りの飛行機とホテルですね。これがついたツアーみたいな感じになってて、まあ、朝ごはんはホテルについてるんですけれども、まあ、その昼ご飯とか夜ご飯とか、その日中の行動に関しては、もう完全に個人の自由みたいな感じで、まあ、そんな感じの、ホテルと飛行機だけ、のツアーっていう感じのを使っていこうかなと思っております。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。自分ももうそもそもね、日本から出たことがないので、まあ、先月あたりに、初めてパスポートを取ってきて、お金さえあれば海外に行ける状態になったんですけれども、家族もね、一度、海外に、一回だけヨーロッパに行ったことあるだけで、それ以降海外には全然行ってないということで、もちろんパスポートの期限も切れてたりとかして、もうそれくらいなので、もう全然家族も、海外旅行とか全然行ってなくて、なので、結構ね、自分も、家族に、母親は行かなくて父親と二人で行くんですけれども、本当に父親についていくだけではダメなので、自分ももう本当にちゃんとね、積極的に調べて、3泊4日だったかなの旅なんですけれども、まあ、そのツアーとか、その予約とかそういうのは家族が父親がやってくれたんですけれども、その現地での行動とか、いつ何をやるかみたいなのは、ちゃんと自分が調べて積極的に行動しようかなと思いますね。うん。なので今ね、いろいろ調べておりまして、まあ、4日かなあるんですが、まあ、実際には3日ぐらいかな。初日が昼くらいに着くんですが、まあ、今現時点での予定としては、初日は、まあ、福島空港から飛行機に乗って、で、昼くらいに、あっちの空港ね、なんだっけ、ここね、桃園でいいのかな桃園桃の、園って書くんですよね。公園の園ですけど、ここの空港、桃園の空港に行って、で、ホテルもそのツアーで取ってくれてるんですけれども、台北のホテルに泊まるんですけど、まあ、そこから初日はバスで移動して、で、ホテルにチェックインして、で、その後はまあ、僕がね、正直一番台湾で期待してる夜市ですね。もう初日はね、多分もう本当に、着くのがね、夕方なんですよね。なので、もうそっから、空港でいろいろ、両替とか、携帯の、回線つないだりとかしてて、で、かつバスでこのね、桃園から、台北までも、バスで行くんですけれども、それもツアーの会社が手配してくれるんですけど、それがね、桃園から台北までが、50キロぐらいあるらしく、まあ、50分とか1時間とかバスで行く場合はかかるらしいんですよね。なので、多分でもホテルに着いてチェックインする頃には夕方になっちゃうので、まあ最初はね、初日はね、昼くらいに着くと思ってたので、まあ夜市に行く前に、まあホテルの周辺とか、台湾の街並みとかを、歩いたりしてちょっと、フラッと、丸一日使えるわけではないので、まあ数時間ちょっと、散歩がてら観光しようかなと思ってたんですが、初日はね、多分もう本当にホテルに着いた時点でもう夕方ぐらいになっちゃうと思うので、まあ、夜市に行ってっていう感じになると思います。で、2日目にですね、まあ、台北101とか9分とかに行って、で、3日目何するんだっけかな ?3 日目はまだ決めてなかったかもな。どうするんだっけ
なんか、台北から離れて違う都市に行ってみようみたいな話もしてたんですけど、まだ、そこは今ちょっと父親と話はしているものの、まだあんま決まってなくて。で、まあ、3日目がまだ全然決まってないんですけれども、4日目、これ最終日が、もう本当に飛行機が朝くらいに出ちゃうので、4日目はね、ほぼ滞在できないというか、もう本当にね、朝早くホテルを出て空港に行かないといけないので、もう本当にね、実質3泊3日くらいなんですよね。なのであんまりこう、現地でゆっくりはしてらんないんですけれども、まあ初めてなので、まあ、このくらいでいいのかなっていう感じはしてますけどね。はい。めちゃくちゃ楽しみです。まあ今、ちょっといろいろ予定を立ててることなので、予定立ててる段階なので、まだ確定ではないんですが、そんなことでちょっと考えております。あ、そうだ。3日目が、これもね、まあ、いろいろ父親と話してるんですけれども、天候によって決めようかなと思ってて、晴れてたら、なんか台北とか、桃園とかでこう、レンタサイクルみたいなのあるじゃないですか。こう、僕の住んでる仙台にもあるんですけれども、仙台の場合はなんか伊達バイクって言うんですけど、あっちなんて言ったかな ?U バイクだ、U バイク。U バイクっていうのがあって、レンタサイクルじゃなく、シェアするタイプの、自転車みたいなのがあって、それが使えるらしいんですけれども、晴れてたらそれで、まあ、自転車とかバス電車とかバスとかよりも、ちゃんと景色を見て、自由なところで停車したりとかもできるので、ちょっと自転車で観光してみるのもありかなと思ってたりして、で、雨であれば、そう、本来のも、やりたかったのが、台湾ってこう、なんか新幹線みたいな、なんて言うんでしたかね。高速鉄道が通ってるじゃないですか。あれに乗って、こう、台中とかに行ってみたかったんですよね。台湾の真ん中とか。さすがに台南とかまで行くと、結構ね、時間がかかっちゃうと思うんで、その新幹線に乗って台北から離れて、台中くらいまで行ってみてもいいかなと思ったんですけれども、まあそれもね、なんか結構ちょっと時間がかかりそうなので、どうしようかっていう話になってるので、新幹線に乗ってちょっとね、違う都市に行ってみたいっていうのはあるんですけれども、これはちょっとやるかわからないです。やってみたいところではあるんですけれども、やっぱりこの3日という短い期間の中でそれができるかっていうのはちょっとわかんないので、まあちょっとそれはあんまり期待してないかなっていう感じですね。いろいろね、自分も今、YouTube とかでいろいろ情報を集めてたりして、悠々カードっていうのがあるじゃないですか。まあ日本でいうスイカみたいな交通系 IC カードみたいな、その悠々カードの存在をもう本当に最近知ったりとかも、そういうレベルなので、まだいろいろこう調べたりしないといけないところがあるので、まあちょっと調べてるところですね。まあ父親もなんかいろいろ、ちょうどね、まあ父親が住んでる実家が福島にあるんですけれども、福島のテレビでちょうどなんだか、こっちは宮城県なので見れないんですけど、福島のテレビで台湾特集みたいなのをちょうどやってたらしくて、まあなんかそれを録画してみたりとかしてるみたいで、まあちょっとそういうのも父親も調べてくれてるみたいなんですけど、ちょっと自分も調べてみて、ちょっと、もう本当にね、短いと思うんですよ、本当に。3泊3日ってすごい、想像の何倍もあっという間な体感時間だと思うので、もう本当にちゃんと予定を決めて、効率よく動かないとあっという間に終わってしまうと思うので、ちゃんとこう、行くまでは、ちゃんとしっかりと、計画を立てて、効率よくいろんなとこ回れたらいいなと思っておりますね。まあ、有名な観光地としては、台北101と9分。そして、夜市はね、2回くらい行ければいいなと思ってますね。まあ、初日と2日目の夜。まあ、2回ぐらいは夜市。まあ、できれば違う場所に行きたいなと思っております。はい。できるかはわかりませんけど、ちょっとまだいろいろ計画段階なので、もうこれもね、変わるかもしれないですが、もしYouTube の動画上げるとしたら、このVlog のチャンネルじゃなくて、クイジー&ジャーニーの方のチャンネルに上げるので、ぜひ見ていただければと思います。まだね、3ヶ月くらい先の話なので、まだ遠いですけど、ちょっといろいろ楽しみに考えている段階です。